Are we just smaller versions of a bigger home? Are you the rivers in your veins and mine, the flakes that become snow? And you might believe that everything is broken, fragments of sentences we haven't spoken, but maybe are we just jagged lines across a barren sea? Are the shapes inside a sundae the same as the arms of trees? さあ、今は道の駅美しが原です、めちゃくちゃ天気がいいからビーナスラインを走りながら白樺湖の方まで行ってみましょう。ここからね、白樺湖までが39キロで、ビーナスラインで行くとずーっと行って八島湿原通ったりして霧ヶ峰通ってで白樺湖なんだけど、その道で行くと39キロで、最短距離はね、一回下に降りるんだって。142号線で和田宿まで降りて152号線で登ってくるのが最短距離で32キロだって。そうなんだ。何個か行き方はあるみたい、だけどやっぱりビーナスラインで行くのが気持ちいいから、そうだね、その道で行きましょう。はい、天気いいね。天気いいね。本当に天気がいい今日は。39キロ出てるね。すごいね、5月でも雪がまだ残っててさ、気持ちいいね。気持ちいいね。筑紫ヶ原も歩きたいんだけど、ちょっと混んでるんで今日はスルーです。大型が見えてるよ。本当だね。わあ、すごいすごい。ああ、いいな。こんだけ天気良かったら行きたくなっちゃうけど、駐車場が激混みだったから今日は入れない。歩いてる人も多いだろうね。多いでしょう、いっぱい見えるんじゃない？いやー、すごい。泊まりたいな。塔のところすごい人いっぱいいる。本当見えた？わあ、すごいね。八ヶ岳もめちゃくちゃ見えてる。面白いね。立科山もさ、左側だけ雪かぶってて、北斜面でしょ。あんな風に見えるんだ。一気に20メートルぐらい下がるからな。すごいよね。あれ八ヶ岳だよね。そうでしょ。綺麗だね。富士山も見えそうだね。あ、見えてるじゃん、右奥にちらっと。あ、本当だね。まだ雪だ。そうだね。南アルプスも見えてきた。ここをこのまままっすぐだね。で、そうそう。でもね、最短で行くならこれを左に行くみたいで、和田宿に降りて行った方が近いけど、1回 800m まで降りて1400まで登るから、ちょっともったいないよね。そうだね、ここならずっとほぼ1500から1800を行くからさ、長野県に来て 1500m っていうのが普通になっちゃったよね。この道路で普通に 1500m 以上フラフラするっていうのが考えられないもんね。かなり高いよね。高いよね。 1500m って言ったら。でもこのルートがやっぱ綺麗なのは7月からだよね。そうだね。それこそ7月の上旬は日光キスゲが綺麗だし、その頃ちょうど新緑も綺麗だしね。あ、そうかそうか。これ左行くとこうあれだよね、トンネルというかこの道路の下くぐって松本側に降りれるんだよね。わあ、またあの上に登ってくんだ。結構ここも横に移動してる感じだけどアップダウンがすごいよね。だから普通の自転車とかだとすごいトレーニングだろうね。そうだろうね。これはそうだね。もう気持ちいいね。いいね。上歩いてるね、人は。あ、本当？歩けるんだ。今度歩こうかな。いいね。いいよね。何ここ、ちょっと寄ってよ、左。何ここ、すげえ。混んでるか。駐車場ないか。ないかな。
わあ、よく見えてるね、大賀島が。おお、絶景。せっかくだからちょっと歩いてみよう。みんな歩いてるもんね。これまでね、気持ちよさそう。4時までに戻りなさいって。すごいとこから入るんだ。こんなとこから入るの。わあ、いやー気持ちいいね。いきなり入って 200m ぐらいでもう気持ちいい。最高だここ。初めて来た。お手軽だね。お手軽登山これ。お手軽山丘登り。丘登りだね。トレッキングにもならないね。ハイキングだね。諏訪湖じゃん。諏訪湖も見えてる。ねえ、登ったら見えるんだ。すごいね。あ、これあれか。あ、これこれ、そうそう、中央分水嶺トレイルだ。38キロ。美しが原まで。いいね。え？わあ、本当だ。いやーいいな、これ全部歩きたいな。すごい気持ちいい道じゃんこれ。へえ。いやー最高だぜこれ。超気持ちいい。もうすぐ頂上だね。あ、でも違うよ、そこじゃないよ。あ、違うんだ。もう一個奥にあるんだ。ああ。すげえ。北アルプスもめちゃくちゃ見えるじゃん。いやー絶景絶景。すごいね。大絶景だ。あ、何？山だったんだ。三峰山。1887メーター。すごい。
全部見えてるね。うん。北アルプスでしょ、うん。で、右の方多分北進語学かな。多分ね。で、松本が見えて、で、常念なんかも見えて、真正面に乗鞍。で、ちょっと左に行くと、御嶽。御嶽。で、あれが中央アルプスだよね。そうだね。中央アルプスで、諏訪湖で、南アルプスで、富士山で、富士山で、八ヶ岳だね。八ヶ岳。すごいね。すごいね、全部見えるね。圧巻の景色。うん。しかも超手軽。だねってスニーカーだもん今日。トレッキングシューズじゃないの。うん。全然登れるねえ大丈夫。まあでも結構息は上がったし、足プルプルした。今年久しぶりのさ、うん。歩きだからそうね。だね。さあ、降りていこうか。うん。いいね。帰りは楽ちんでした。あっという間。うん。うん。ここはおすすめだね。お手軽。お手軽で、ヴィーナスライン一綺麗じゃない？ねえ。眺めが全山見えるんだもん。そうそう。美しが原よりよく見えるよね。美しが原もどっちか行かないとさ、そうだね全部360度見えないから。うすげえ。いやー、絶景絶景。ん。いいとこだね。最高。ただね、ここはめちゃくちゃ危ないから気をつけないと。うん。ねえ、ここ車で出るのはまださいいんだけど、向こうから入るときめちゃくちゃ危ないと思そう。うね。あっちのヴィーナスラインの霧ヶ峰側から来たら、うん。そして渡るときが一番危ないからそうだね。ね、うんここめちゃくちゃ見通し悪いし、バイクとかだと飛ばしてきそうだから、ここら辺まで来て登った方がいいかもね。入った方が。そうだね。ね道はないのか、でもここそうそう、道ない。ないんだね。お、何？島枯れ現象じゃないの。本当だ。へえ。ヴィーナスライン好きでよく来るけど、ここ一番綺麗だな、多分。北アルプスから全部見えるもんね。そうそう、北南中央が見えて、御嶽乗鞍、そして諏訪湖も見えて、で反対側にはさ、浅間山まで見える。で松本の町も見えて、上田川の町、ちょっとどこかわかんないんだけど、三代田とかかなも見えて、もう本当に素晴らしいね。富士山も見えたしね。そうそう、富士山あまでと八ヶ岳もすごいよね。ねこんなに山ありました全部見える。ね手軽感が素晴らしい、ね。そう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 。これだけでこんなに絶景を眺めるのっていう。そうなの普通こんなね絶景そうそうって何時間も登らないとさ。普通だって1880メーターあったじゃん。1900メーターの山登ろうと思ったらさ、うん、まあだいたい800メーター900メーター登らないといけないじゃん。スタートが1600とかここだとスタート1700、800なんじゃないの？いやもうそうそうそうだよね、多分100メーター200メーター登ってるだけでしょ。うんすごいよ。すごいよね、本当に。ただまあお手軽感で言えば、多分あっちのコロボックルヒュッテのあるところからさ、ちょっと歩いてったら北アルプス見える絶景が徒歩5分かな、 5分もかかかんないぐらいで行けるよね、あっちは。3分だよそう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 。
っていうところはあるのと、うんあとここ冬はね通れないでしょここ、うんだから冬ちょっと山歩くとかっていうのではちょっと来れないところだから、そういう点はあるけど、ただちょっと歩いてさ足も疲れるじゃん。でそういう満足感も得れるじゃん、歩いたっていう。で絶景でお手軽で、危ないとこはないから、強いて言うなら一番上の休憩するところがちょっと端っこの方行き過ぎるともう下崖になってたから危ないけど、普通の道歩く分には全く危なくないし、でなんか大きな階段みたいなとこもなかったもんね。雨降ったらちょっと滑るかなっていうところは最初のところちょっとあったけど、だけどお手軽だよね。普通に普段からちょっとこう歩くの慣れてる人だったら全然大丈夫。スニーカーならいけます。スニーカーならいけるね。雨だったらちょっと滑るかもしれないから、そこは雨降った時はちょっとボコボコした方がいいかもしれないけど、なんかさ、やっぱりこのヴィーナスライン走ってくるとさ、この諏訪インターとかから登ってくるじゃん、大体あっちの方から、諏訪湖の方から、そうするとまず白樺湖があって、富士見台とかがあって、でコロボックルがあって、そこら辺がさなんか開けてて綺麗じゃん、霧ヶ峰があって、簡単に歩けるコースもいっぱいあって、でちょっと行ったところに八島湿原があってさ、湿原もすごいなっていうので、だいたいそこでそういう歩く系は終わっちゃう気がするのね。車山とか八島ぐらいで、でこっちはどっちかというと美しが原まで行ってみようみたいな感じで、美しが原まで行って、そこから大賀島まで歩くとか、それから道の駅があるからさ、道の駅標高が 2000m ぐらいだからちょっと気持ちいいし行ってみようみたいな感じで、ドライブにもなる感じじゃん、こっち側は。だからなかなかこの間で歩こうっていうのがさ、ないと思うんだけど、でもここはめちゃくちゃ良かった。よかったね。そしては霧ヶ峰越えて富士見台だっけ、あそこら辺でさ、美味しいコーヒー飲めるじゃん。なんかね、岸だ。おお、本当だ。岸がいた。なんか動いてると思ったら岸が迷い込んできたんじゃない？飛ぶか、岸は。岸はね、一応なんかちょっとだけ飛ぶけど、パタパタ飛ばないのにさ、よくこんなとこまで来たね。歩いてきたのかな。徐々に。でコーヒー屋さんがあるじゃん。なんだろう、屋台というかオープンカフェみたいな、キッチンカーみたいな感じの、あそこめちゃくちゃ美味しいし気持ちいいところなんで、ちょっと空いてればね、コーヒー飲みたいね。ちょっとずつ開けてきたね。そろそろ八島湿原じゃない？八島も寄ってきたいところだけど、いいか今日は。八島湿原です。すげえ、パラグライダーが飛んでる。大きいの。そこか、霧ヶ峰からじゃないかな。そうなんじゃない？今2時過ぎなんだけど、道の駅の美ヶ原からスタートしてるでしょ。だけど道の駅の美ヶ原出たのが12時前だったかじゃない？12時前後だったから、全然そっからじゃなくて、上田とか下の長和町とかさ、佐久とか諏訪とかからスタートしても十分歩いて、夕方前にはまた次の町とか元の町に戻れるから、全然時間的にも余裕だね。ここら辺もいいね。左側にさ、湿原が広がってて、八島湿原が見えてるのかな、これも。そうなんじゃない？左側。そういえばさ、コメントでこの中のさ、レストランだかカフェがいいですよって教えてもらったね。行きたいよね、あれね。あれ行かないと、今年行こうか。新緑になってから。そうだね。すごいね、混んでそう。ちょっと寄ろうか。小腹が減ったからなんか食べれるかも。すごいね、バイクが。いやー、すごい高原感じゃない？ここね、ビジターセンターだって。ちょっと見に行ってみる？こんなところにあったんだね。すごい展示じゃん。
今の気温は寒いね。11度ぐらいしかないし、そうか、標高が1675メーターもあるから、すごいな。こんなんだもんね。ここすごいね、展示。めちゃくちゃ面白い。ねえ、綺麗。いっぱいあった。いろんなものが。ここで温度測ってんだ。すごい引っ張られてるじゃん。飛んでくんだ。あれなんだろう、あれ紐ぶら下がってるけど、もう引っ張り終わったはずだよね。まだあんな上まで引っ張るのか。へえ。外れたね。すげえ、こんなとこあるよ、これ。すごくない？ここの自然保護センター。こんな、9時から16時まで使っていいみたい。ちょっと日陰だし、こんなちょっと眺めのいいとこもあるし。すげえ、ここ来たら富士山見えるじゃん。じゃがいもどう？好き。こうなってくるとさ、じゃがいもをバターで食べてるっていうよりさ、バターをじゃがいもで食べてるぐらいの。本当だね。500円。うまそう。いただきます。いいね。うまい。いいね。おいしいおいしい。ね、バターたっぷりのがいいでしょ。おいしいね。それ有塩バターじゃないのかな。なんかお塩が別であったもんね。お塩をちょっとだけ振りかけたよ。うまい。ちょっと見に行ってみよう。風が吹いてんじゃない？向かい風でね、飛びやすそうな。コンディションがいいんでみんな降りてこないんですよ。一番長い人は今5時間にチャレンジして、11時9分に出て 1000m のワイヤーで引っ張ってだいたい 400m の高さで切り離して、そこから上昇気流を探して飛ぶんですが、上昇気流見つからないともう 4,5 分で降りてきちゃう。そうなんだ。9キロっていうのは向こうの立科山の手前ぐらい、こっちだと諏訪湖の真ん中辺ぐらいまでが9キロで、その範囲はもう飛んでいいよっていう許可を得て、でそこから出るときは羽田の管制塔に連絡入れて、これから八ヶ岳へ行きますとか、今日もさっき一機連絡して八ヶ岳まで行ってきたんですよ。へえ。外れたね。パラシュートで。
白かったね。やっぱ連休は混むけどさ、このパラグライダーとかがいっぱい飛んで面白いね。いろんな話も聞けたし、まとめるとクラブでやってるんだって、ここは。で会員になるのに3万円かな。で年会費が2万5千円だったかな。なんかとにかく年会費と最初の会員になるのに10万円かからないぐらいの感じなの。で1回飛ぶのに2500円って言ってなかったかな、確か。2万5千円じゃなかったもんね。すごいよね。で最初お試しでその入会の前に5000円で1回フライトを一緒に乗ってくれて、でいろんな準備とかも全部手伝うと、そういうので試せますよと。でここは営業マンもいないし有志で全部やってるから、その全部を自分たちでやるんだって、準備からその今の車運転したりワイヤーやったりっていう、だからそのみんなで土日集まって1人のフライト時間が決まってて、全部やるから結構安くできますよということらしいんだけど、だからみんなで協力してやれる方はどうぞっていうことよね。だから雰囲気としては大学のさクラブみたいな感じだよね。結構クラブもそうじゃん、自分たちで全部やるからさ。いやだけどちょっと現実味がありすぎてさ、もうちょっと話聞いたらこれはやばいよね。やっちゃうかも。やっちゃうよね。長野県だから全然来れるしさ。すごいな、これは面白いな。面白いね。だけど俺は多分無理だな、あれ。ワイヤーで引っ張るんだけど、ウインチで引っ張るのね。でトラックにウインチつけてビュッて引っ張って、で 400m までワイヤーで引っ張るんだって。でそれが時速90から100キロで巻き取るらしいの。で見てたらさ 100m ぐらいでもうビュッて上がってさ、もう1分以内に 400m ぐらいまで上がってたでしょ。相当なさ G がかかりそうじゃん、ふわっという感じと。絶対無理だろうな。いや私降りる時の方が怖いと思うんだよね。もう怖いよね。アメリカのパイロットがそうじゃん。うんって降りてくじゃん。ふわふわふわってやってドスンって最後落とすじゃん。なんか日本のさ上手いさ、こう徐々にもう上空 1000m なのみたいな感じでゆっくり降りてくじゃん。着陸したことがほとんどわからないくらいドンっていうので気づくぐらいのだけどね。このふわふわっていうのは俺もダメだから。ちょっと苦手なんだよね。でもあれはすごいね。乗ってみたい気もするけど、だけど多分あれ乗ったら相当気持ちいいと思うよ。やっぱりさ動力がないじゃん。だから音が多分まず静かだと思うの。そういう不快な音というかエンジン音が聞こえないじゃん。プロペラ音も。だからスーッと飛んでる感じがあってさ、なんかふわふわっていう感じなのかなっていう勝手なイメージだけど、風になったようなイメージ。そう鳥になったイメージね。本当に本当に多分そんな感じだと思うよね。そういう風にイメージするけどね。私たち乗ったことないからね。本当はどうなのかは分かんないけど、だけどやっぱ動力がないものっていうのはさ、なんか何かと面白かったり魅力的だったりもするじゃん。両方言い悪いあると思うけど、いやこれはすごい話を聞けたね。なんか多分ねホームページとかもあると思うからね、調べてもらったら興味のある方はねいいと思うんだけど、金額とかもちゃんと聞いてないからさ。社会人ならそんなにね高額ではないっていう金額なんだけど、いや学生さんでもいけるよ。飛行機の免許を取るっていうの、そこがねどんくらいかかるんだろうね。どのくらいかかるかっていうか、ちゃんと勉強する気があるかどうか。そうだね。あと無線の免許とかいるんでしょ。多分ねいろいろいると思うんだよね。で飛行機の免許難しそうだなっていう気がするけどね。確かに。だからこれはあくまで免許代じゃないからね。で練習生は後ろに先生が乗ってくれるから、免許取るための練習だから免許はいらないんだけど、ここが富士見台。この左だよ。ゆっくりね。入れるかな、ちゃんと。多分富士見台だよね。そうだよね。富士見台。霧ヶ峰富士見台。もうちょっと先かな。カーブの。そう。さあ、行ってるんじゃない？ここでコーヒーを。混んでるか？止めれる？大丈夫。いいんだよね。空いてるじゃん。なんで？見ましょう。
やったね、うん今年も来れました。なんか今日もさ、2人で1個しか頼まなかったら、この2つ準備してくれてさ、しかもちょっと多めに入れときましたって言ってくれてね。いただきます。優しいんだよね、ここの。ねコーヒーの好きそうな優しいおじさんが、真摯なおじさんだよね。あいつも。そう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 。美味しい、本当美味しい、ここのコーヒー。この眺めだからね、マジで。本当。最高です。一気に混んだね。 7台。そうだよね、そりゃ人気でしょ、ね、あれと思ったんだもん。たまたま空いてたからね。そうそう、たまたま俺らのタイミングの時はね、いやほんといいよね。いいね。この長野にずっといる俺らでもこんないいと思うんだからさ、都会から来たらもうすごいだろうね。ね、俺も住む前だったらさ、ワオってなると思う。何がいて、優しいおじさんがやってるところがさ、またいいね。それずっと言うね。優しいおじさん。景色よりまず景色でしょ。それは結果優しいおじさんがやってただけであって、優しいおじさんかわからないのに来てるんだから、俺らは。まあまあそうなんだけどさ。そうでしょ。まあでもそうそう、そこでさ敷居が高くなっちゃったら次来づらいもんね。優しいフレンドリーなおじさんがやってるからまたいいなと思って。いや景色すごいね、ほんと。こっち向きに行った方が山がよく見えるね。どっち向き？今の向き。ああ、そんな気がしない？確かにね、八ヶ岳をずっと見ていけるから。そう、あと富士山も見えるし。ああ、どっちもすごいけどね。この登ってく側だとさ、霧ヶ峰に入ってこの開けた感じとかわーってなるし、確かに。まあだからここはさ抜けれるじゃん、どっちからかいて、こっちの白樺湖から来て諏訪湖に降りることもできるし、上田に降りることもできるし、いろんな道があるけど、なんか同じところを往復して2回楽しめる道だよね。すごいよ、綺麗です。おー、白樺湖が見えてきました。いや今日はこのヴィーナスラインを満喫したね。したね、お天気も良かったし。そうそう、春のヴィーナスラインドライブねえ、ちょっと新緑には早いけど、よかった。よかった。では降りて、ちょっと今日はあまりにも混んでてさ、ちょっと上の方のレストランも行きたいなと思ったんだけど、なんかすごい混んでるらしいので、諦めて、ちょっとこれずっと降りてたところにランドリーカフェがあるから、ああ前美味しかったですね。そうそうそう、何回2回ぐらい行ったことあるかな、ランドリーカフェフィールズっていうところ、そこでちょっとパンでも買って、まだちょっとお腹減ってるんだよね。そうだね。そりゃそうか、じゃがいもしか食べてないもんね。冷静に考えたら。じゃがいも。そうだよね。おお、里に降りてきたら春だね。まだ花桃。花桃すごいね。へえ。だけどすごいじゃん、緑が、木に緑。へえ、こんなにも違うんだね、やっぱ上と。全然違う。わあ、やっぱ降りてきたら暖かいね。というか暑いね。もう4時過ぎてるのにさ、20度もあるよ。上12、3度だったのにね。本当だね。今日も朝マイナス2度ってなってたしね、霧ヶ峰のところ。だから、美しが原なんてもっとじゃない、マイナス4度ぐらいだったんじゃない。おー、綺麗だね。八ヶ岳がズドーンと。このまままっすぐです。もうね、そこら辺あと300メーター。あそこだね。あ、そうそう、この手前のジェラート屋さん美味しいんだよね。そうそう。わあ、混んでるかも。
混んでそうだね。満車か。駐車場あるかな。あ、なんだ、あ、すごいよ、並んでるよ。アイス屋さん並んでる。すごいね。とりあえず入っちゃうね。行きましょう。このコーヒーシェイクが美味しい。660円とサンドイッチとサンド。さあ来ましたよ。はーい。これがね、ルイジアナサンドとうん。サバサンド。ルイジアナサンドがこれが1243円で、うんサバサンドが990円。結構高級だけど、うんすごいボリュームだからうんうん。普通ならこれ2人で1つでいいもんね。そうだね。うん、こんなに分厚いそうのね。そうそで、このコーヒーシェイクが660円。う。これがまたやばいんです。これさっきめちゃくちゃ並んでたさ、うピコのジェラートのコーヒーシェイク。ん。うん。いただきます。あー、うまい。あ、やっぱ超うまい。あ、美味しい。やばいね美味し。いね。これはジェラート感がすごい強い。とっても美味しい。ミルク感抜群の。あー、うまい。どっちからいく？サバ。美味しそう。この熱いね、サバがさ、すごいよねこれ。いただきます。美味しそうです。超うまいよね。めちゃくちゃうまこの道通ったら絶対ここに寄りたくなるもんい。ね。このね、千切りキャベツがまた超うまいんだよね。ね。いや、いいね。サバってトマトと合うのね。ああ。こちらはルイジアナサンド。パンがカリカリじゃない？ねえ。わあ、そちらも美味しそう。超いい匂いする。うんいた。だきます。あー、うまい、もううまい。すんごい。ソースがめちゃくちゃうまい。あ、ソースは。うん、どこそう。パイナップル。あ、もう入ってるね。うん。あ、たまらないよ。美味しそう。ちょっとピリ辛で。あ、そうなんだ。うん、だけど、このパイナップルがまたすげえいい。ソースが垂れそうだよ。気をつけて。やばいやばい。あ、うまい。すごいね、これ。卵まで入ってるじゃん。わあ、本当だ。あ、うまい。次はこっち。サバサンド。なんかこっちもソースが入ってるね。うん。どんな感じこのソース。なんかねうん。ちょっとバルサミコ酢が。あらー、サバサンドうまいね。うん。こっちも超うまい。うん。美味しかった。美味しかったね。めちゃくちゃ美味しいね。シェイクも美味しいけど。そうそサンドイッチ。サンドが美味しすぎたね。う。ねえ。キャベツがいいんだよな。あ、キャベツね。そうそで、なんか味付けもさ。う。美味しいね。一つずつ、なんていうんだろう。そうそうそうう。そうそう。全然違う味で。普通さ、全部タレって一緒じゃん。うん多分ね。ちゃんと違うんだよねバーベキ。ューソースみたいな。そう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 。全然違う、ね。マヨネーズがいっぱい入ってるかさ、そうそうそうトマトケチャップと、うん。ちゃんとメインの具材に合うように作ってくれてるそうの。そうそう。すごいね。いやー美味しい最よ高です。あとなお風呂どうするかだよね。うん。温泉入りたいけどね。まあ、でも混んでるかな、今日は。道の駅ヴィーナスライン立品湖あるでしょ、うんそのすぐ上に湖西の湯があるじゃん。あそこに行きましょあ。はい。う。でそこね、貸し切りがあるんだけど、うどうかな、貸し切りはいっぱいかな、ん。いっぱいかもね。さすがにね。でもあそこ温泉がさ、いくつもそうそう、4箇所ぐらい、そそう、内湯もあるし外湯もあって4箇所ぐらいあって、うん。意外と空いてるんだよね。そうそう。だから、うまあ、空いてなくても別に。ん、なんとかなるでしょうって空いうことで、いてると思う。空いてるところにも。この周りのね、そう日帰りよりは、よりは空いてるんじゃないかなと思ってるんだけどね。さっきもすごかったよ。白樺湖から降りてきた時にさ、右手にあるじゃん。音無しの湯、ああ、おとなしの湯か。音無しの湯あるでしょ、うんそこももう車パンパンだったから、うんうん。いやでも今日は混んでるかなどうだろうね。ちょっと考えが甘いかもしれないけどね。まあちょっといて、温泉入れれば入る、貸し切り入れれば入るし、うん。うん。ダメだったら普通の方
まあ、夜8時ぐらいまでやってるから空いてくるかもしれないしね。さああと5キロぐらいです。はい。おお、今日は盛り上がってます。はい、到着。到着です。受付8時までってなってたね。わあ、混んでるな。混んでるね。ちょっとこれはすごいな。こんな混むの。空いてないだろうな、ねえ。貸し切りは。うわあ。激混みだったんだけど、ちょうど7時から1枠だけ空いてて入れた。1人700円でプラス50分の貸し切りが1000円、2400円です。さあ7時になりました。行くか。よかったね、入れて。あの坂の上です。おお、寒い寒い、超寒い。あ、もう7時にもなったら空いてきたね。これなら別に貸し切りじゃなくてよかったかも。へえ。上がってきます。露店とか貸し切りはこっちなんだよね。なくなっちゃった。はい、貸し切りです。こっち。いや、いいね。最高に気持ちよかったです。あったまった。冬みたいにさ、ここが極寒じゃないからいいね。いいね。ちょうどいい。暑くもなく、寒くもなく。ね。ああ。いやー、空いてるね、もう。もう空いてるね。ね。今まだ8時前でしょ。だからまだ最終じゃなくて、ここやっぱさ、混んでても夜すくよね。そりゃそうか。夜まで遊ぶエリアじゃないからね。登山とか、あと何、そうだよね。北八ロープウェイとかにしても、この上にしても、夕方4時5時にはもう降りてこないとさ、危ないエリアだから、夜ここ通ってお風呂入ってこうっていうのがなかなかやりづらい場所だから、そう考えるとさ、さっきのカフェの周りとかより空いてていいよね。そうだね。